昔はお金のためだったけど、今は好きなことで働いて生きていきたい。休みたいけど休めない。仕事をしながらもう嫌だって言って涙を流すことがある。本当の休み方。ほのかさん、本や漫画たくさんおすすめしてください。運命の人。胸がキュンとしつつ、初恋と不倫。初恋ってこういうことだよね。汝星のごとく。食べたいものを食べて痩せる。今回は漫画4冊と本を4冊紹介しました。今日は働くことと休むことについてお話しします。私が仕事を休んだ話。何のために働くのか。本当の休み方。この3つについてお話しします。そして後半にはリスナーさんのお手紙を紹介するお便りコーナーがあります。今回は本や漫画について紹介しています。皆さんの好きなところから聞いてみてください。皆さんこんにちは。ほのぼの日本語ポッドキャストのほのかです。このチャンネルでは日本の文化や日常、仕事のことや日頃のお悩みなどなどいろいろなことをお話ししています。ぜひ日本語のリスニングやシャドーイング、日本語の勉強に役立てていただけたら嬉しいです。あと日本語レッスンもやっております。もし日本語を聞くだけじゃなくて話せるようになりたいよと思っている方いらっしゃいましたら、動画の説明欄に日本語レッスンの案内がありますので、よかったらチェックしてみてください。さて、早速今日のトピックをお話しします。今日のトピックは働くことと休むことです。はい。突然ですが、皆さんは何のために働いていますか？最近私は日本語レッスンで生徒さんとこんなお話をしました。昔はお金のためだったけど、今は好きなことで働いて生きていきたい。休みたいけど休めない。仕事をしながらもう嫌だって言って涙を流すことがある。はい。こんな話をしていた時、ふと昔の自分を思い出しました。前にアップロードした動画の中でも少しお話ししたことがあるのですが、私は以前仕事を休職したことがあります。休職っていうのは仕事は辞めないんだけど、働くことを長い期間休むっていうことです。私は3ヶ月ほど休みました。休むことになったきっかけは簡単に言うと心と体が限界だったからです。限界っていうのはもうこれ以上は頑張れないよ。もうこれ以上は無理だよ。ギリギリだよっていうことですね。何が限界だったのかというと、体と心が限界でした。あの頃の私は仕事のストレスがとても多くて、眠れなくなったりとか、眠れたと思ったら1時間ごとに起きたりとか、耳が聞こえにくくなったりとか、頭が痛くなったりとか、お腹が痛くなったりとか、ご飯も食べれなくなりました。声もなんか出しづらくなりましたね。声が出ない感じがありました。仕事中とか出勤途中の車の中で、勝手に涙が出てくるということもありましたね。最後にはベッドの上から体が動かせなくなりました。起き上がれなくなりましたね。びっくりしましたね。会社に行きたい、行こう、動かなきゃ、行かなきゃ、働かなきゃって思っているのに、体が言うことを聞かなくて、自分の体なのに自分でコントロール
できなくなりました。上司から嫌なことを言われても、あの時は私の言い方がやり方が変だったのかもしれないとか、社会っていうのはこういうもの、これが普通なんだって思ったりとか、していましたね。今思い出したらかなり傷つく言葉をたくさん言われたと思います。上手に言えないんですけど、上司が言った言葉で私が傷ついてしまったら、私が傷ついたことを認めたら、自覚したら、本当に会社に行きたくなくなるから、会社が嫌いになるから、ひどい言葉を言われても、傷つかないふり、をしていましたね。私は大丈夫って自分に言って、痛みにどんどん鈍感になっていきました。何かを言われても、なんか嫌な言葉を言われても、それに対して悲しいとかムカつくとか、そういう気持ちがなくなっていきましたね。心とか感情がなくなっていく感じです。周りの人からは、職場の周り、会社の周りの人からは、あなたは我慢の子だねとか、あの上司はスパルタだよねなんて言われました。ちょっと今日の話は長くなるんですけど、ついてきていただけたらと思います。はい、私は私を信じたくて、私なら何とかやれるだろう、私なら頑張れるって自分に期待していたし、期待していたかったし、上司は何かきっと理由があってああいう態度、嫌な態度、悪い態度、良くない態度をするのかもしれないとか、私にもっと良くなってほしいから、私を成長させるためにそういう態度を、そういうことをするのかもしれないななんて、前向きにポジティブに考えようとしていましたね。でも悪い人って世の中にいるんですね。びっくりしましたね。その上司に会うまで私は人って、自分が誠実で優しく丁寧でいたら、相手も誠実になるし優しくなるし、どんな人であっても温かい関係になれると思っていたんですね。性善説ですね。性善説っていうのは、人は生まれた時から、みんな優しい心、みんないい心を持っている、っていう、そういう考えのことです。考え方のことですね。簡単に言うなら、人はもともといい人だよねっていう考え方です。ちなみに性善説の反対は性悪説って言います。性悪説っていうのは、人は生まれつき悪い心があるっていう考え方です。はい、性善説、性悪説の話はここまでにして、話を戻します。私は世間知らずだったんだと思います。世間知らずって知っていますか？世間知らずっていうのは、社会のことをよく知らない人とか、経験が少ない人のことを世間知らずって言います。例えばずっと家の中で育って、外の世界を知らない人を世間知らずと言います。ディズニーのラプンツェルみたいな感じですね。ラプンツェルはずっと塔の中で暮らして外の世界を知らないし、人との関わりも少ないし、社会のルールとか常識って知らないですよね。私はラプンツェルみたいなディズニープリンセスではないんですけれども、
私はとにかく世間知らずでしたね。世間知らず。悪い人と会った経験とかさあって言っちゃった攻撃された経験が人生で1回でもあれば2回目の攻撃って上手にかわすことができますよね。良くない上司がいた時にこれは逃げた方がいいやつだとかこれコントロールできないやつだから、スルーするのが一番だとかそういう考えが一回でも攻撃された経験があればできますよね。あとは周りに助けを求めたりね、そういうソーシャルスキルがあったらなんとかうまくやっていけますよね。でも私はスルーするんじゃなくて反対に頑張るとか耐えるとか、立ち向かうとかね、本当に不器用でしたね。攻撃されたら避けるのが一番いいじゃないですか。それに向かって頑張ったりファイトするのってすごくエネルギーを消耗しますよね。私は本当に経験不足でしたね。もちろん悪い人には何かそういう悪いことをしてしまう環境とか悲しい過去とかあるかもしれない、そういういろんな事情とかいろいろ想像して頑張って理解しようとしたんですけど、結局私に向けられる悪意っていうのは悪意でしかなかったし、私が何かをすれば変えられる、良くなるっていうそんな単純なことじゃなかったですね。人の心とか人の態度って、コントロールできるものじゃないですからね。他人がコントロールできるものじゃないですからね。でも願ってしまいますよね。相手がこうだったらいいなとか、なんかもっとこうしてくれてたらなとか、そう思ってしまうのが人間ですよね。なかなか難しいんですけど、理不尽なことって本当に存在するんだなってその時思いました。どこまで行っても悪い人みたいな、そういう人もいるみたいな、そうじゃない人ももちろんいるとは思うんですけど、いろんな人がいますね。その会社での出来事があって身に染みて気づかされましたね。はい。今となったらすごくいい経験だったと思います。さあ、ここまでいろいろとお話ししてきましたが、皆さん大丈夫でしょうか？少し飽きていませんでしょうか？最近読んだ本の中に、悲しみを伝えることって暴力の一つだと思いますと書いてありました。ね、本当にその通りだよねって思いましたね。悲しみを誰かに共有するのってなんかなんていうかな、でも自分が誰かに悲しみを共有されたらそれは信頼されてるとか、そういう気持ちに嬉しい気持ちになるし、反対に自分が悲しみを誰かに共有した時に、そのした相手にすごく温かいメッセージをもらったりして、とっても心が落ち着くなんてこともあるけど、その悲しみを伝えすぎるっていうのはやりすぎは良くないんだよなみたいなことですよね。この文章、悲しみを伝えることって暴力の一つだと思います、ね。気持ちを共有するのってとっても大事だけど、相手のことを思いやりつつ共有していけたらいいのかななんて思いましたね。はい。で、なので私は皆さんとはなるべくなら明るい話をしてポジティブなエネルギーを共有していきたいんですけど、はいね、今日はちょっとこんなお話になっています。じゃあ私の家の猫ちゃんの動画でヒーリングしましょうか。じゃあ
どうぞご覧ください。はい、癒されましたでしょうか。ね、大丈夫かな。では話に戻りますね。私は嫌な言葉とか言われて傷ついてないつもりだったけど、しっかり心の中に、嫌な言葉とか嫌なこととか積もって溜まっていきました。私も人間でしたね。今この話をしていてもちょっと心がチクッとする感じがありますね。もう大丈夫でしょう、吹っ切れたでしょうって思ってたけど、まだちょっとあんまり思い出したくない感じもしますね。積極的にみんな聞いてっていう感じでは話すことではないですよね。はい。でももしかしたらリスナーさんたちにとって何かいい気づきになったらいいなと思って話しています。はい。とにかく私はまだやれる、まだ働けるって、まだ頑張れるって思ってたし、仕事を休むのがとっても怖かったです。休んだら周りに迷惑もかかるし、私がやらないといけない仕事もあるし、休んだら収入も給料もなくなりますよね。それに働かない自分はダメな人間なんだと思っていました。仕事は頑張るもので、辛いことがあっても我慢してやるもの、耐えるものと思っていましたね。ことわざの一つに働かざる者食うべからずということわざがあります。聞いたことありますでしょうか。これは働かない人はご飯を食べる資格がない、働かない人はご飯を食べることができないという意味です。私の頭の中にいつもこの言葉がありましたね。働かないとご飯食べれない、働かないと生きていけないんだよって思っていました。でも人間の体ってとってもよくできていて、本当に正直で、心ではまだやれるぞって思ってても、体がもう無理、もう限界、もうキャパオーバーだよってサインを出します。例えば最初に言ったように耳が聞こえなくなったりとか、頭が痛くなったりとか、お腹が痛くなったりとか、そういうサイン、体がサインを出しますね。仕事中はなんか常にサイレンが頭の中で鳴っている感じがありました。耳が聞こえないっていうのはどんな感じかというと、水の中にいる感じです。プールの中にいる感じ。人の声が遠くに聞こえるんですね。電話の音とか上司の話し声とか、すごく遠くに聞こえました。私は魚になったのかなとか、私は今プールの中にいるのかなみたいな、そんな感じです。面白いのは上司は私の右側に座っていたんですけど、不思議なことに右側の耳が左耳よりもっと聞こえなくなるんですね。多分これ以上もう上司の声は聞きたくないっていうことだったんでしょうね。体って本当に面白いと思います。不思議です。本当によくできていますよね。本当にすごいと思う。で、私はストレスを減らそうと思って、仕事帰りにジムに行って運動したりとか、体にいい食べ物を食べたりとか、ストレスを減らす方法の本を読んだりとか、しました。でも仕事がストレスになってるとさタメ口になっちゃった。いくらストレスを減らしても、ストレスコーピングをしても
体と心が良くなることはなかったですね。そもそも仕事をする時間って一日の中ですごく長い時間ですよね。一日のほとんどを仕事をして過ごしますよね。一日8時間働くんだとしたら、休憩の時間と通勤の時間と仕事に行くための準備とかも合わせたら、一日のうち半分はもう仕事のために時間を使いますよね。で、1日は24時間だから24から半分の12を引くと残り12時間になって、ここから睡眠時間が7、8時間だとしたら残りが4時間5時間くらいで、お風呂とか洗濯物とか掃除とか、ご飯作ってたりしたら本当の自由な時間って多くて3時間とか2時間くらいですよね。しかも仕事で疲れてるとその2時間3時間の自由な時間ってベッドの上でスマホを見たりとかしてゴロゴロするくらいになりますよね。そう考えると一日の中で完全な自由な時間って、すごく少ないですよね。はい。だから仕事が辛いととても苦しくなりますよね。私は自由な時間も仕事のことが忘れられなくて、ただただベッドの上でうつうつとしていましたね。はい。そんなこんなして結局会社は休むことになったんですけど、私が仕事を休んでいた時にどんな風に過ごしていたのかもシェアしようと思います。仕事を休んでから最初の2週間くらいはもう本当にゾンビみたいでした。リビングのこたつに入って横になってテレビをぼーっと見てました。テレビが見たくて見ているというよりはテレビの中の画面に映っている食べ物とか人とかを見て、手が動いたな、人が歩いてるな、なんか食べてるなみたいな感じで、そこには感情がなかったですね。美味しそうとか食べてみたいとかそういう気持ちがなかったですね。ただただテレビのモニターに映る人とか景色とかを見ているみたいな感じです。で、仕事は休んでいるんだけど頭のどこか片隅で、仕事のことは消えないんですよね。仕事のことをどうしても考えてしまうんですよね。仕事のことを考えなくなったのは多分休み始めて1ヶ月くらいした時のことです。休んでから1ヶ月ぐらいしてようやく私って何がしたいんだろう、何が食べたいんだろう、私が幸せに感じることってなんだろう、ね、そんな風に、考えられるようになりましたね。働いていると自分が何をしたいかよりも目の前の仕事のことを考えますよね。それが、仕事だからそれが当たり前かな。仕事中は自分の欲求を抑えることが必要ですよね。例えば眠いけど寝ちゃいけないし、もちろん上司と話したくないけど仕事だから話さないといけないし、面倒だけどやらなきゃいけないとか、いろいろありますよね。仕事だからさ、自分のしたいよりも仕事をスムーズにやることが、優先されますよね。そんな風に自分の欲求、やりたいって気持ちを、こうしたいっていう気持ちを抑えているうちに、自分のしたい、やりたいっていう欲求がだんだんぼやけて、
見えなくなってくるんですね。私の場合だけかな、どうでしょうか。はい、あの頃私は本当に若かったし幼かったので、仕事とプライベートを分けるっていうのが、下手くそでした。一日中もうずっと24時間仕事のことを考えていました。会社を出たら会社のことは忘れるんだよとか、家に帰ったらもう仕事のことはもう忘れるんだよとか、そういうアドバイスをしてくれた方もいたんですけど、あの頃はどうしても難しかったですね。私がこれがしたいっていうことを考え始められるようになった頃、その頃私は、ジムでヨガとかピラティスとかは続けていました。そこで出会ったのが一人の先生です。その先生はいつも本当にとても楽しそうにしていて、生き生きしていました。その先生と私は仲良くなりました。その先生といろんな話をしていく中で、先生はこんなことを言いました。好きなことを仕事にすることは大変なこともあるけど、毎日毎日本当に楽しいことしかして生きてない。これを聞いた時私は、楽しいだけで生きていけることもできるんだとか、辛い苦しいがない生活を送っている人も本当にいるんだとか、耐えて我慢するだけが仕事じゃないんだって思えましたね。なんていうのかな、さっきも言ったように私は仕事は耐えること、我慢すること、頑張ることって思っていました。でもその先生に出会って働くって楽しんでいいんだって、もっと自分のために生きていいんだ、好きなことをして生きてもいいんだと思えるようになりましたね。ロールモデルがいるととても生きやすくなると思います。なのでこのポッドキャストを聞いているリスナーさんの中にもし、好きなことで生きるのって難しいんじゃないって思っている人がいたら、ぜひ好きなことで生きている人と関わりを持ってみるのがいいかもしれませんね。そういう人たちと交流しているうちにたくさんのことが学べるし、自分もできるかもって思えてきます。もちろん好きなことを仕事にするのが絶対にいいとか正しいとか、そういうことを言いたいわけじゃないです。仕事はお金を稼ぐためのもので、生きていくために仕事を頑張る、これもとても大事なことだし素敵なことだと思います。ただ頑張りすぎないでねということです。はい、ここまで、仕事を休んだ時の話についてお話ししてきました。ちょっと長くなりましたね。ここからは何のために働くのかについてお話ししていきますね。令和7年8月、2025年8月に日本の内閣府が国民生活に関する世論調査をしました。国民生活に関する世論調査というのは、簡単に言うと国が国民の生活や気持ち、意見を知るためのアンケートのことです。そのアンケートの中に、皆さんは何のために働いていますかっていう質問がありました。そのデータを簡単に紹介しますね。働く目的は何ですかという質問の答えで、多かった順番に紹介します。じゃあ一番多かったのは、お金を得るために働く、お金のために働くです。これが 63.5% で、その次2番目に多かったのが生きがいを見つけるために働くで 13.1%、
でそして3番目が社会の一員として務めを果たすために働く。社会のために働くっていうのが 10.7% で、最後4番目は自分の才能や能力を発揮するために働く。自分の才能や能力を使うために働くという人が 7.1% でした。年齢別にデータを見てみたら、どの年齢、20代、30代、40代、50代、60代、70代、ちょっと疲れた。どの年齢でも、やっぱりお金のために働くっていうのが一番多いです。ただ50代ぐらいからちょっとずつ変わってきて、働く目的、働く理由が50代くらいからちょっとずつ変わってきます。50代くらいから生きがいを見つけるためとか社会のために働くっていう人が少しずつだけど増えていきます。で70歳以上になると、生きがいを見つけるために働くっていう人がもっともっと多くなります。年齢が高くなるにつれて、お金のために働く人はちょっとずつ減って、反対に生きがいのためとか社会のために働く人が、増えていきますね。それからもう一つこんな質問がありました。どんな仕事が理想的ですか？ね、こういう質問もありました。トップ8をカウントダウンで紹介しますね。ナンバー8、ナンバー8は高い収入が得られる仕事、たくさんお金が稼げる仕事ですね。ナンバー7が世の中のためになる仕事で、ナンバー6が失業の心配がない仕事、ナンバー5が健康を損なう心配がない仕事、ナンバー4が自分の専門知識や能力を活かせる仕事で、ナンバー3は自分にとって楽しい仕事、ナンバー2は私生活、プライベートとバランスが取れる仕事で、最後ナンバー1が収入が安定している仕事が、みんなが理想とする仕事だそうです。このデータを見てみると、20代ぐらいの若い人たちは高いお給料が欲しいとか、たくさん稼ぎたいと思う人が多くて、30代40代になると、プライベートの時間を大切にしたいとか、仕事と生活ワークライフバランスが大事という人が一番多くなります。で50代になると自分の今までの経験やスキルを生かしていきたい、生かして働きたいという人が増えていきます。でもやっぱりどの年齢でも共通して一番多かったのが、収入が安定している仕事でした。これは日本に住んでいる人の調査ではあるんですけど、これを見るとやっぱりたくさんの人が、多くの人が、マジョリティが、お金のためとか生活の安定のために働いている人が多いですね。長くなりましたが、皆さんお話を聞いてくれて本当にありがとうございます。でもまだ続きます。全部伝えたいと思ってしまうとどうしても長くなりますね。もしよかったら休憩しながらとか、別の日に分けて聞いていただけたらと思います。じゃあ最後は、本当の休み方についてお話しします。本を2つ紹介しようと思います。1つ目はこちらです。本当の休み方っていうのは本のタイトルです。この本は心療内科の鈴木雄介先生が書いた本です。この本には本当の休み方について書いてあります。なんかちょっと心理学用語とか精神医学の専門の言葉がとても多いのでちょっと難しいかもしれません。この本によると
上手にお休みするためには3つのステップがあるそうです。どんなステップかというと、ステップ1、私疲れてるなと自分で気づくこと。で、ステップ2が安心して休める場所を作ること。で、ステップ3が自分の体に合った休み方を選ぶことです。じゃあ一つずつ説明していきますね。まず一つ目の疲れてるなと自分で気づくことについてです。実は人間の体ってストレスがあっても無理して、動くことができます。ストレスがたまると体の中から、元気になるホルモンが出ます。そうすると体がドーピングモードになります。で、怖いのがこのドーピングモードになると、仕事がたくさんできたり、私元気かもって感じちゃうことです。でも本当に元気になったわけじゃないんですよね。このドーピングモードが続くのってせいぜい3ヶ月くらいだそうです。で、その3ヶ月の間にストレスとか、疲れとかダメージがなくなってるわけじゃないんですよ。体の中にどんどん貯金されていってるんですね。そして3ヶ月過ぎると、ドーピングモードの3ヶ月が過ぎて元気になるホルモンがなくなると、ある日突然一気に体がおかしくなります。頭が痛くなったり、お腹が痛くなったり、眠れなくなったり、ね、ある日突然ベッドから起き上がれなくなるのは、このドーピングモードが、終わってしまうからなんですね。だから体がボロボロになる前に自分で私今疲れてるなって気づいてあげることが大切ですね。でも人って自分のストレスに気づきにくい生き物だから、一番わかりやすいサインっていうのが体の症状で、その体のサインを見逃さないようにすることが大切ですね。次に2つ目の安心して休める場所を作ることについてお話しします。これはここにいると安心するわって感じる場所や、時間を作ることです。それから他の人のあれしてこれしてとか、そういうニーズからも離れることが大切です。仕事が休みたいですって周りに言うのってちょっと勇気がいることですよね。でも人って辛い環境にいると心が麻痺して、何も感じなくなってしまいます。これって心を守るためにとっても自然なことで、動物の機能ですね。心理学の言葉で乖離って言います。乖離するとすごくひどい場所にいるんだけど、辛いと感じなくなります。逃げたい、休みたいという気持ちもわからなくなってしまいます。だからまずは安心安全な場所に行って自分のためだけに、時間を使うことが大切です。そうすると私は本当はどうしたいのかなという気持ちが、少しずつ見えてくるそうです。そして3つ目の自分の体に合った休み方を選ぶことについてです。ポイントは頭じゃなくて体が求めていることをすることです。今私の体は何をしたいのかなとか、そういうふうに感じることです。この本では休み方には2つのタイプがあると言っています。まず脳が興奮している時、心が落ち着かなくてちょっとドキドキしている時は、緊張している時は、そんな時はゆっくり呼吸をしたり、静かな音楽を聴いたり、お風呂に入ったり、あとは部屋を暗くしたりして、体をリラックスさせて休む
ことがいいそうです。で、反対に頭がぼんやりしてエネルギーが出ないなっていう時はアクティブに動くことがいいそうです。運動したり、アップテンポの音楽を聴いたり、ゲームをしたり、太陽の光を浴びたり、そうやってアクティブに動くことで体が元気になる、休まることもできるんだそうです。そしてこの本の鈴木先生は、安心できる人との関わり、安心できる人と一緒にいることも大切と言っています。信頼できる人の穏やかな表情とか声とか、笑顔とかっていうのは人の心を癒します。これは本当にそうだと思います。私もたくさん人によって傷つけられたけど、その傷を癒してくれたのはやっぱり人でしたね。私が本当に一番下まで暗いところまで落ち込んでしまっていた時、私のそばでずっと支えてくれて、励ましてくれた人がいました。私を救ってくれる言葉をたくさん言ってくれた人がいました。今でも本当に感謝しています。私がまた仕事に復帰できたのも、こうして皆さんにポッドキャストを届けようと、エネルギーが出せるようになったのも、その人がいてくれたからです。その人がいたから私は大丈夫でしたね。だから人とのつながりって本当に大切なんですね。本当に休めた時って、人は生き生きとした明るい表情になって毎日が楽しくなるそうです。ご飯が美味しくなったり、旅行に行きたくなったりする人もいるそうです。確かに仕事を休む前の私は笑い方を忘れていました。まだ仕事を休んでなかった時に妹が元気がない私を心配して、外に連れ出してくれたことがあります。動物園に行きました。その時に撮った写真を見ると笑い方が変なんですよね。口角が上がっていないんですよ。笑顔が変なんですよ。その写真を見て、あれ、私って心から本当に笑ったのっていつが最後だろう。声を出して笑ったのっていつが最後だろうって思いましたね。心から笑うとか声を出して笑えるようになったのは結局仕事を辞めた後でした。で、3ヶ月の休みの後は、一度は会社に戻ったんですけど、実際に会社を辞める勇気が出るまで2年くらいかかりました。まだすごく怖かったんですね。で、もう一つの本を紹介しようと思います。こちらです。産業医精神科医の井上智介さんという方が書いている繊細な人の心が折れない働き方です。これは私が会社員時代に仕事で悩んでいた時に読んだ本です。どんな本かというと、楽に働くためのアドバイスが書かれている本です。こんな風にたくさん付箋が貼ってあります。この付箋の中から特に私が実践しやすい、やりやすいなって思ったものを紹介しますね。それは下の行動でストレスの濃度を薄めるというものです。ちょっと読みますね。ストレスからは逃げるのがベストですが、逃げられなければ考え方を変えましょう。
ストレスゼロを目指すのではなく、ストレスをパーセントで考え濃度を薄めるやり方です。例えば1日に嫌なことが4つあったら、ストレスは4分の4で 100% ですよね。でも自分が心地よいと感じること、好きなことを1つしたら、ストレスは5分の4で 80% になりますよね。そんな感じで好きなことをたくさんしてストレスを薄くしていく、そんな方法ですね。嫌なことをゼロにするのはできないけれど、自分の好きなことを心地いいと感じる時間を増やしてストレスを薄くするというアプローチですね。私はこの方法が結構分かりやすくていいなと思っております。今回紹介したこの2つの本は、Kindle にもありました。どっちもいい本ですけど、読みやすさで言えば、2つ目に紹介した心が折れない働き方の方がイラストもたくさんあるので、日本語で読むんだったら読みやすいかなと思います。ぜひ気になる方は読んでみてください。チャレンジでこっちも読んでみるといいかもしれません。さて、ここまで長い間、聞いてくれて本当にありがとうございます。最後になりますが、私は皆さんに仕事を休むこととか辞めることをお勧めしているわけではないです。さっきも言ったようにお金のために頑張ることもすごく素敵だし大切なことです。ただ頑張ることは大切だけど、頑張りすぎはよろしくない。休むことも大切で、緩急をつけることが大切。頑張る、休む、頑張る、休むね。頑張りたくなければ頑張らない、頑張りたくなったら頑張る。どうしても頑張らなきゃいけない時は自分の心と体に耳を澄ませることを忘れないようにしてもらえたらと思います。忘れないようにしてほしいです。そして皆さん、2026年ももうすぐ半年になりますね。もうすぐ6月ですからね。1年の折り返し地点ですね。山で言うともうすぐ頂上ですよね。もう少ししたら山のてっぺんが見えてくると思います。山登りもこの頂上、山のてっぺんの前が一番きついですよね。日本には5月病っていう言葉もあります。聞いたことありますでしょうか。これは4月に仕事や学校が始まって、最初は緊張して頑張っていた人が、5月の大きいゴールデンウィークの休みが終わった後に、急にやる気がなくなってしまう、元気がなくなってしまうことです。エネルギーが切れるっていうことですね。5月病と言います。住んでいる場所とか、季節とか、仕事の始まりのタイミングとかいろいろ違うとは思いますが、皆さんはいかがでしょうか。今年もあと半年、どんな1年にしますか。私もいろいろ考えてみようと思います。休みながら、頑張りながら、休みながら、楽しんでいきましょうね。はい、ここからはお便りコーナーです。今日は本編の話が長くなったので、一つだけ短いお手紙をご紹介しようと思います。ペンネームハンナさんからです。ほのかさん、本や漫画たくさんおすすめしてください。いつも動画を本当にありがとう。本当に面白いです。声も大好き。ハンナさん、お手紙ありがとうございます。声も大好きって言ってくれて本当に嬉しいです。おすすめの
本や漫画ですね。前の動画でも漫画を少し紹介したことがあるんですけど、今回はその時に紹介しなかった漫画と、あと本も紹介しようと思います。じゃあまずは漫画から紹介しますね。今日は4冊漫画を紹介します。まず1つ目はこれです。これ森本和子さんの足ガールという漫画です。この漫画は走るのがとっても速い女子高生が戦国時代、昔の日本にタイムスリップしてしまうお話です。そこで出会った素敵な男の人、若君を守るために足軽になって頑張るという漫画です。足軽っていうのは日本の昔の兵士のことです。とても元気で面白いラブコメディです。本当に読んでるとクスッと笑えるところがたくさんあっておすすめです。この漫画には漢字に振り仮名はありません。はい、じゃあまず1つ目はこの足ガールです。じゃあ次2つ目は、こちらです。広大家の人々です。これもさっきと足ガールの作者さんと同じ人です。森本和子さんが書いています。これは人の心が読めてしまうテレパシーの能力を持った男の人と、ちょっと不器用でいつも妄想ばかりしている女の子のラブコメディです。これも、はい、これも本当に面白くて、たくさん笑えるし、ちょっとジーンと感動する場面もあります。この漫画も漢字に振り仮名はありません。おすすめです。本当に面白いです。じゃあ次3つ目はこちらです。バラカモンです。はい、吉野さつきさんという方が書いています。都会で育った若い書道家、書道の先生が長崎県の五島列島という自然がいっぱいの田舎の島に引っ越してくるお話です。島の元気な子どもたちとか温かい人たちと触れ合いながら、成長していくハートフルな物語です。これもですね笑えるところがあって島の子どもたちが本当に可愛いです。この漫画には漢字に振り仮名があります。なるちゃんっていう子どもと先生の絆とか、島の人とその主人公の先生の絆とか、結構ハートフルで私は好きな漫画です。じゃあ次、4つ目は、椎名カルホさんの運命の人という漫画です。皆さんは君に届けっていう漫画アニメは知っていますか？見たことありますか？その君に届けに出てくるくるみちゃんっていう女の子が、主人公のスピンオフの物語です。大学生になったくるみちゃんの新しい恋のお話です。胸がキュンとしつつ、温かい気持ちになれる漫画です。くるみちゃんが自分自身の心とちょっと葛藤しながら素直になっていく、出会った男の人にコンプレックスを受け入れてもらうことで、ありのままになれるみたいなお話です。この漫画に出てくる人の繊細な心の動きが書いてあって、私は結構好きな漫画です。この漫画にも漢字に振り仮名があります。運命の人。はい。じゃあ次は本を紹介しますね。本も4冊紹介します。今回はおすすめというよりは、最近私が読んでいる本とか、これから読む予定の本を紹介します。1つ目は坂本雄二さんの往復書簡、初恋と不倫です。ちょっと題名がねドキドキしちゃう名前なんですけど、この著者の坂本雄二さんは日本の有名なドラマの、脚本家です。
この本はちょっと普通とは違っていて、男の人と女の人が交互に出す手紙だけでストーリーが進んでいきます。すごく読んでいると引き込まれる本です。手紙の文章だけで小説って成り立つんだみたいな新鮮な気持ちになりました。はい、とても面白いです。まだ不倫の話のところは読んでいなくて、初恋の話のところしか読んでいないんですけど、すごく面白い本です。特に私が読んだ初恋の部分の74ページに書いてある、初恋ってこういうことだよねみたいな文章があって、それがすごくいいです。じゃあちょっとだけ読みますね。その部分、初恋ってこういうのだよねみたいなのが書いてあるところを少し読もうと思います。あれどこ？74ページ。私の初恋は私の日常になりました。例えば長めで急めな階段を降りるとき、例えば切手なんかをまっすぐ貼らなきゃいけないとき、例えば夜寝る前最後の明かりを消すとき、日常の中のそんなとき、玉野くんとつないだ手を感じているのです。あの日バスに乗った時も君の手を感じていました。支えのようにして、お守りのようにして、君がいてもいなくても日常の中でいつも君が好きでした。はい、こんな文章ですね。この文章にはあえてコメントはしません。感じていただけたらと思います。すごくいいです。はい、はい、初恋と不倫でした。じゃあ次2つ目は、凪良優さんの汝、星のごとくです。これは瀬戸内海の美しい島で出会った心に傷を持つ若い2人の15年間の恋愛と人生を描いたとても感動的な小説です。実はこれから読む予定の本です。まだ読んでいません。昨日メルカリで届いたばかりなので、これから読もうと思います。読むのがすごく楽しみです。私は普段恋愛小説って読まないんですけど、私の好きな YouTuber さんがおすすめしていたので、じゃあ一回読んでみようかな、新しい世界の扉を開けてみようかなと思って買ってみました。ね、魅力がね伝わりづらいので、ちょっとあらすじを読んでみましょうか。私は愛する男のために人生を誤りたい。瀬戸内の島に育った高校生の明美と自由奔放な母の恋愛に振り回され島に転校してきた海。共に心に孤独と欠落を抱えた2人は惹かれ合い、すれ違い、そして成長していく。生きることの自由さと不自由さを描き続けてきた著者が紡ぐ一つではない愛の物語。まともな人間なんてものは幻想だ。俺たちは自らを生きるしかない。ね、こんな感じです。とてもどんな本なんだろう。ね、本屋大賞も受賞されています。シリーズ累計70万突破。2人の愛が、人生が、選択がきっとあなたの原点になる。ね、これを読むと恋愛に対する考えがガラッて変わるらしいので、180度ガラッて変わるらしいので、ちょっとワクワクしています。はい、凪良優さんの汝、星のごとくでした。ちなみに汝、星のごとくは、今年の10月に映画になります。ね、楽しみですね。それまでに読んでみようと思います。じゃあ
3つ目は伊達由美さんの食べたいものを食べて痩せるですね。面白い題名ですよね。とっても面白い題名ですね。タイトルですね。これはダイエットの本かな。我慢して食べないんじゃなくて、心の声に従って食べたいものを食べることで、自分を満たしてあげようっていう本です。別に私今ダイエットをしているわけじゃないです。ちょっと面白いと思って撮ってみました。読んでみました。私たちって健康のために体にいいものとかを選びがち、食べがちだけど、それって本当に幸せなのかな、本当に心が満たされるのかな、食べたいものを食べて、心が満足したら綺麗になるよみたいなことが書いてある本です。食べたいものを食べて心が満足したら綺麗になるし、幸せになれるよということが書いてありました。食欲本能に素直になってご飯を食べようねということですね。ちょっとうまく説明できないんですけど、もっと詳しいことがこの本には書いてあるので、もしよかったら気になったら読んでみてください。はい、食べたいものを食べて痩せる。はい、じゃあ最後4つ目は、杉浦さやかさんの引っ越しましたっていう本です。でちょっと絵が可愛いですよね。杉浦さやかさんはイラストレーターさんです。さやかさんが自分の引っ越しの体験を可愛いイラストとエッセイで、紹介している本です。部屋のデザインや片付けのアイデアがたくさん詰まっていて、見ているだけでワクワクしていきます。イラストとか写真もたくさん載っていて、とても可愛いです。例えばこんな風に部屋の間取りとか可愛いイラストで描いてあるので、見ているだけでも結構楽しめます。はい、なんでこの本を読んでいるのかというと、私は恥ずかしながら一人暮らしをした経験がないんですね。だからまずは一人暮らしの知識とか引っ越しの知識を知ろうと思って読んでいます。自分の成長のためにも一人暮らしをしようと思っているので、この本を読んでいます。引っ越しました。はい、本の紹介は以上になります。今回は漫画4冊と本を4冊紹介しました。ね、皆さん読んでみたい本、気になった本、気になった漫画ありましたでしょうか？もし気になるものがあったら、この動画の説明欄にリンクを貼っておきますので、チェックしてみてください。はい、ハンナさん、お便りありがとうございました。このチャンネルでは皆さんからのお便りを募集しております。お便りはこの動画の説明欄のリンクから送ってください。質問や疑問、お悩みや、最近あった嬉しかったこととか悲しかったことなど、何でも自由に送っていただけたらと思います。楽しみにお待ちしております。そして日本語レッスンもしております。日本語をもっと話せるようになりたいよとか、日本で働いてみたいよとか、そんな方がいらっしゃいましたら、日本語レッスンもしていますので、ぜひこちらも動画の説明欄のリンクをチェックしていただけたらと思います。さて、今日のポッドキャストもそろそろ終わりの時間です。皆さん、今日のポッドキャストはいかがでしたでしょうか？もしよかったらいいね、ハイプ、チャンネル登録、コメントいただけたらとても嬉しいです。では今日も最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。皆さんの一日が素敵なものになることを願っています。またね、バイバイ。ありがとうございました。